第2章、5分の1に入るための初めの一歩。1、実は人間には能力の差はあまりない。確かに人間には能力の差はあります。しかし、その差は思ったより少ないのです。能力の差は、興味と時間である程度埋めることができます。例えば、ある人が芸能人に興味があるとしましょう。その人に芸能人のことについて尋ねるとすごく詳しい。また、トレーディングカードが好きな人にトレーディングカードについて尋ねると、すごく詳しい回答が返ってきます。プロ野球に興味がある人にプロ野球について尋ねても同様です。仮に全く興味がない異性がいたとしましょう。興味がないので、その異性に関して何も知りたいとは思いません。ある時、その異性に困った時に助けられて、その異性に対して恋愛感情が出てきたとしたらどうでしょうか。その異性のことをたくさん知りたいと思うようになるでしょう。人は興味があることは自然と学習します。逆に興味がないことには全く関心がないので、どうでも良いと思ってしまうのです。さて、あなたは三角形の合同条件の3つを覚えていますか？ 3 組の辺がそれぞれ等しい、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。中学校の数学の証明問題で必ず出る問題ですが、この3つの三角形の合同条件を覚えていないと問題は解けません。例えば、トレーディングカードとかポケモンとかすごくたくさんの数がありますよね。トレーディングカードとかポケモンに興味がある人は、このカードの効果は攻撃時に攻撃力をプラス1万にするとか、このポケモンの名前は〇〇とか〇〇タイプとか詳しくてびっくりします。では、いくつあるかもわからないトレーディングカードとかポケモンの種類を覚えるのと、3つの三角形の合同条件を覚えるのと、客観的に考えてどちらが大変でしょうか？どう考えても3つの三角形の合同条件を覚える方が簡単ですよね。3つだけ覚えれば良いだけですから、しかもこれさえ覚えれば問題が解ける可能性があります。トレーディングカードとかポケモンの種類は数えきれないくらいたくさんありますから。でも、3つの三角形の合同条件を覚えていないけれど、トレーディングカードとかポケモンの種類をたくさん覚えている人はたくさんいるのです。人間には能力の差はあまりなく、興味が重要なのです。しかし、興味が出て、3つの三角形の合同条件を覚えただけでは問題は解けません。なぜなら、問題の解き方について時間をかけていないからです。理解できると問題が解けるとは全く次元が違います。もちろん、理解できなければ問題は解けませんが、理解しているだけでは問題は解けません。どうすればよいかというと、問題を解くことに時間をかけることです。経験を積むのです。ロールプレイングゲームでは、まずスライムのような弱い敵を倒すことから始めます。そして少しずつ強い敵を倒しながら、最終的にボスキャラを倒すことができるのです。いきなりボスキャラと戦っても勝てるはずがありません。時間をかけ、経験を積むことによって問題を解くことができるのです。三角形の合同の証明問題も3つの合同条件を覚えるだけでは問題は解けません。証明問題の正解をまず理解できるようにし、理解できたら、時間をかけ、何度も何度も問題を解き、経験を積むことで問題を解けるようにするのです。能力の差は、興味と時間である程度埋めることができるのです。補足ですが、興味の中の何に焦点を合わせるかも重要です。私は車を買おうと思ったとき、どの車を買おうか迷いました。そこで、いろいろな車のカタログを集め始めました。その中で欲しい車が定まってから、なぜか、その車が急にたくさん走っているように感じるようになったのです。
ここで質問です。その車は本当に増えたのでしょうか？そうではありません。その車が急に走っているように感じるようになったのです。焦点がその車に定まったため、今まで見えてなかったその車がたくさん見え始めたのです。私の大学時代の友人は、休憩時間にいつも英語で書かれた雑誌を見ていました。本当にびっくりしました。英語の雑誌を読むなんてすごいと思いました。自分には英語の雑誌なんか読むのは無理だと思いました。でも、その友人はそんなに英語力があるわけではありませんでした。その友人は野球が大好きで、特にアメリカのメジャーリーグが大好きでした。その雑誌はアメリカのメジャーリーグの雑誌でした。英語力がなくても、アメリカのメジャーリーグについて詳しければ、英語の雑誌が読めるのです。これは、英語で書かれた難しそうな研究論文を読む場合も同じです。興味のない分野の研究論文は、日本語で書かれていても意味が理解できません。しかし、その分野に興味を持ち、ある程度勉強していれば、ある程度の内容が理解できるのです。あと、時間をかけるのに似ていますが、慣れも必要です。私の大学院の学生時代は、毎週50ページぐらいの英文を要約して、みんなの前で発表しなければなりませんでした。日本語で書かれていたとしても理解するのが難しい内容で、はじめはわからない単語ばかりで、絶対に要約するのは無理だと思っていました。それでも、宿題は必ずやらなければいけないので、毎週、しぶしぶレジュメを作っていました。不思議なことに、経験を積むうちに、英語の論文が読めるようになっていったのです。このおかげでいつの間にか、修士論文を作成する際の英語の参考文献も読めるようになっていたのです。当時は英語の論文をバンバン読んでいたのに、現在は英語を全然読んでいないので、ほとんど読めなくなってしまいました。慣れれば、こんなの無理だと思えていたことも可能になり、以前はできていたことも、慣れがなくなればできなくなってしまうのです。このように、人は興味を持って好きになれば、焦点が定まり、慣れ、始めると、無理をしなくても、自動的に時間をかけることができて、その分野をマスターすることが可能になるのです。質問1、今あなたは何に興味を持っていますか？または、今から何に興味を持ちたいですか？質問2、また、その興味に時間をかけていますか？または、どのようになれるようにしますか？質問3、あなたは、なりたい自分になるため、何に興味を持つと良いと思いますか？